現地現物でトラックをズバッと切る軽トラで最後まで仕上げると。キャラ濃いかったですから日本の誇る国民車軽トラでですね、森蔵 RRVS ダイハツが作った車、軽だからこそできること、ものづくりをね好きな従業員がたくさんいますので、面白いことに取り組むと元気になって力出ますよ。車のコンセプトですけども、仕事はもちろんです。遊びであったり復興サポート、その3つの、観点でこの車を作りました。平日はみかん農家で、休みになったらこういう状態で遊びに行くみたいな、なんかそんなイメージですね。軽自動車もちょっとワールドワイドにメジャーになってきているということで、一応大阪ジャパンでダイハツってありますよってアピールできればいいなと思いました。コンセプトの一つに災害支援車両という言葉がありまして、軽枠の中で、どこまででも走っていけるような駆動力を得られるアレンジに、駆動としては設計をいたしました。軽枠の中では一番高い駆動力を目指しますというところで、それを実現できたかなと思いますので、機能のところでかっこよさをアピールできたらなと思ってます。エンジンとしてはですね、現行のものと比べてターボ化をしているので、より災害地でパワーを出して走っていけるっていうところと、あとシュノーケル設定させていただいてますので、この、水害とかにも強いような仕様になってるかなと思っております。見てくださって分かるように、シュノーケルが今回あるっていうところで、水の中を走るっていうか、川辺をバシャンって走るシーンがあると思うんですけど、そういうところはこだわって作ったかなと思います。軽トラっていう枠の中でもこの2箱のユーティリティ性とか、そういったところはやっぱりダイハツならではかなとは、思います。キャタピラを採用することで、足場の悪い泥だらけの場所とか凸凹してる場所、また芝生でキャンプ用品として使うとか、そういったところもちゃんとお客さんに感じてもらいたいなと。有効ボードを側面に設定しておりまして、一般のユーザーさんもこういう使い方あるんだとか、工夫点とか自分も真似できそうだなみたいなところを織り込んだ仕様となってます。走破性を上げるということで、大きなタイヤを履かせているんですけれども、大きなタイヤをこれだけの小さなところに収めるっていうところに、かなり苦労して、量産でこのまま出てもおかしくないような綺麗な形に仕上げたというのが、こだわりポイントになっております。使う人のことを思ってできた車だなと思っております。軽枠で力を収めてますので、ダイハツの力が全部集中したかなと思っております。私はまだ入社して2年か3年くらいなので、自分でもその歴代のハイゼットとかを調べたりとかして、どうやったら今までのハイゼットらしさを出しながら、でもその時代相応の新しさっていうのを出せるのかなっていうのは、ずっとデザイナーさんと相談しながらやってきました。いいと思った車、乗りたいと思った車に玉を入れてください。去年から自分もセカンドカーでダイハツ車に乗り始めたので、もう後ろもすごいなっていう、改造具合っていうところがすごいなって。特に後ろがかっこいい。自分自身がすごく車大好きだし、車でもう人生めちゃめちゃ楽しくなってるような人だから、みんなが楽しいとか、多分自分が一番これ乗ってみたいと思いながらもう作ってたんで、それはすごい楽しさのコンセプトとは結びつきながらやれたんじゃないかなというふうに思ってます。ダイハツの企業理念で、お客様に寄り添い暮らしを豊かにするっていうのがあるんですけど、遊びにも使えて仕事にも使えて災害の復興支援にも使えるっていうところで、まさにその企業理念、思いを形にしたような車なんじゃないかなと思ってて、それがある意味ダイハツらしい車になったんじゃないかなと思っております。大変ですけど楽しい企画でしたので、この企画を楽しんでやっていこうっていう、そういう雰囲気がですね、何とかして仕上げたいという気持ちにもつながっていったので、できたのかなと思います。企画の部分にも入り込ませていただいたりとか、他部署の部品も場合によっては自分でですね意見を出して設計をしていく、そのような体験がさせてもらえたのはすごくためになったかなと思います。
普段は執務室にこもって、パソコンで設計作業をすることが業務のメインなんですけど、ここの多田工場に出向いて朝から晩までちょっと組み立てっていう作業をしたのが、普段と全く違う業務内容ですごい楽しく毎日来れたかなと思ってますね。設計者なのでこの最初の構想のところですね。やっぱし、最初何もない時に話をして、でそれがものができ始めた時にやっぱりイメージ以上のものができたんで、そこがやっぱしすごい面白かったですね。入って19年ぐらい経ちますけど、初めてなので、今後あるのであれば次もですね自主的に参加させていただければなと思ってます。制作メーカーさんのところに足を運んで現地で担当者の方とのセッションでうまく落としどころをつける、そういったところっていうのは非常に勉強になったかなというふうに今回思っております。エンジンハーネスを搭載するときですね、ちょっとブラケットの形が合わなかったんで、困ったときにですね、試作の方がちょっと切ってきてあげるわと来てもらって、それが完璧に取り付いたんで、ものすごく印象に残ってます。メーターとかちょっとサプライヤーさんにやっぱ手伝っていただいたんですけど、ダイハツとサプライヤーさん一体となって作り上げていくっていうところはやっぱりダイハツらしさなのかなと思ってます。このプロジェクトに関わってもう20年ぐらい会ってなかった同期にばったり出くわしてちょっと懐かしさというかね、そういう場面はありました。ほんまにこういう表現できるのかとかいうのもあったんですけど、実際やってみれば案外できるもんやんっていうところが発見したので、どんどん恐れずにチャレンジしていっていい表現していこうかなというふうには思いました。小さい頃から私ずっと車が大好きで、大きくなったらショーカーとか絶対作ってみたいなとか思っていたんですけれども、すごく楽しんで学びもすごい多かったなっていうふうに思ってます。寄ってたかって1台の車を作り上げた、そんなところがダイハツらしいんじゃないかなというふうに思います。はい。